うも。チャーハン大盛りです。チャーシュー。これが味噌の大盛りです。ステップバネが次バイクバイクが好きでな。釣りになって。これ全部ルアーとかですか？そうです。うわ自分のしたいことやりたいこと好きなことのためにそうだよね。続けられてこれただからよく若い人に言うんだけど、趣味持って働けば働ける。はーい。状況になってしまって、それで実は昨年東京パラリンピックマラソンとの二刀流に切り替えたんですよ。その急遽切り替えた中でもちょっとね、僕も何か頑張ろうかなと思わされるそういう選手です。今後ろから後続の選手が確認できないのでかなり離れてしまってるんじゃないかと。そうですか。には出ていませんで、出場してましたので、ファンとしてのママさんランナーなんですけれども、うちも土田選手のうちも受験生を抱えてたんですよね。アスリートパラリンピックは土田選手のさあ女子の2位で土田和歌子、5大会ぶりの9連覇をした時以来5大会ぶりの東京マラソン、本当に話の折り返しを通過していきました。これってお米何合分ぐらいあるんですか？これ3錠。朝の仕込みって大体何時頃からやられてるんですか？今朝起きたのは4時。今日は用があったから。普段は大体5時頃起きてこれ仕込んで。あれ全部仕込まれるんですか？これ？はい。大体朝5升
年だから注文が出てから作るんだとさ間に合わないからみんなとやり方が違う。みんな来てから作るじゃん。はい。そうするとちょっと時間かかるじゃん。うちなんか店が狭いからある程度早くできるよ。あとお昼お客さん忙しいじゃん、ご飯仕事に行くのに会社とか、はい。だから来たらもうすぐ食べられるように。これってなんかどういった理由で大盛りにされてるのかな。ああ、それよく聞かれるけど、はい。高校生とか若い人が多い。あそれでオープンしたんだ。あ。若い頃には腹いっぱい食わしたい。そうそう、高校生なんかね。40年。 40年。ええ。なんかお店やる前他のことしてたりとかは。おう屋台やってラーメン屋台ですか。そうです、ラーメンのやつ。5年ぐらいやったから、25で独立して屋台やって、30に公園引っ越して、31か開店したんだ。車で持ってくじゃない。はい。だから水が限られるよ。あーもうなるほどラーメン100杯ぐらいしか。出せる量が限られてくるんですね。そうだから器も小さく、スープが少なく。それ何円ぐらいでやられてたんですか。最初は200円で、こっちに来てから250円。へえ。もともとじゃあ自分のお店を持ちたいっていう夢というか。それが夢で。これが味噌の大盛りです。味噌ラーメン大盛りですね。はい。つゆがなくなったらこれ作ってもらって、もやしを移してもらって。はーい。チャーハン大盛りです。釣りもやる。すごい。ステップバンの中。これ昭和39年の1964年。もう50年もっとか。バイクも好きだし、釣りも好きだし車も好き、カメラも好きだし。だから最初は車でステップバンで、はい。次バイバイクが好きクで、でな。釣りになって。これ全部ルアーとかですか。そうです。うわこれだよ、太ってるこんなに。今減量して。ー。へえ。この店やってる時だよ。ああ。もう本当に車だ。ねえ、車ばっかり。40年ぐらい前の。当時と全然違いますね。ねえ。2階を総2階にしたから、はいはい。こっちまで家作って、うんうん車庫作って、うんうん調理場とその向こうの部屋はずっと同同じじ開店当時から。これうちの車で出しちゃったけど、煮るんで、それにあげといて、後からだから煮るんで調理して。
もう73。この娘が生まれた時にここ開店したから、5月に生まれてはい12月に開店したから、はい。早いよね。すごいあっという間に。お客さんとかほら屋台やってたからその流れが全部そっかそっかだから夜中の3時まで当時じゃあ夜中の3時までやってたやってた。お昼から休みなしで。屋台でよく来てくれてた常連さんがもう食べに来てくれるだからバーのママさんとかそういう人がお客さん連れて夜食にラーメン食べる。これがおんぶして娘さんおむち。食堂に勤めてたから16からやったから最後は肉屋さんに行って見下ろしを覚えるんだよ。へそれで屋台の人のとこへ配達に行ったら、縁があって縁があって屋台を譲ってまず屋台やってみるかって。25歳からそうですね必死だったよね。でもみんなほら学校出たでしょ、高校とか大学、なんか出ねえからまず食べられるご飯が食べられるとこお弁当持ちじゃなくてご飯朝飯から夕飯まで食べられる。ああ給料なんかいくら4000円1ヶ月。油も上がったしみんな上がってないね。麺も上がってこないだからうちも上げてんだけどね、もうしばらく上げてねえんですよ、上見てりゃほら古くなってるじゃない。そんなに上げて書き直したっつうのがそんなにねえでしょ。30年20年ぐらいはこの金額でやってるからね。大きく上げない家族でやってるからほら従業員でいると人件費がすごい高いから。昔からもずっと家族で経営そうそうそうだから夜中の3時までやってお母さんと一緒に夜中の12時頃満員になっちゃう帰るともう3時4時だもんね。でももう今できねえよね。前の家作ってはい5年でこれをまた作り直して借金返して5年で5年ねずり頑張って5年でまた借金してまた5年で返して。生涯現役みたいな形なんですか。そうだね後継ぎがいねえからね。娘さんは娘さんですもんね、もう小さい時から見てるから、あんまりやりたかった。一代限りのお店になるんですまだわかんないけどね。もし継ぎたいっていう人が現れれば、ね大変は大変なんだけどね。でも食べていけるは食べていけるから仕込んであるやつを作るんだったらすぐできるけど、だから今仕込んでる時に携帯で撮ってあなるほど覚えて見てもらうよ。ということでもしやる人がいれば今便利だよね、仕込んでる時にちょこちょこって仕込んでやれば誰だってできるから、だから味噌なんかも自分で作るからよそと違うね。自分で作られてるんですか。そうだからなんか味噌の味が意外とさっぱりしてる。そうですそうですそうです、ね、なんだかんだ入れちゃうと今度はこってりしちゃってね。まあそれもいいんだけど屋台だからそんなにしつこくしなかったんだよね。ほらお酒飲んで食べるのにさっぱりした方が飲んでる人にはいいみたいで、そうそう屋台の時からの味付けちゃうんだよね。屋台だから子供の時から来てるよってお客さんいるんじゃないですか。結構いますよ。やっぱそういう人がもう子供連れてくるよ。東京の方へ出た人が実家に帰ってきてうちに来てでまた嬉しくならないんでそれがだから結局趣味があると仕事が趣味みたいなもんであっちが本業みたいなもんでルアーなんかだってあれだって何百万かかるじゃない。ただ遊んだんじゃそれ買えないじゃない、バイクだそうですよ。青い車が直す時に200万ぐらいかかったからさ、だからそれで一生懸命働けるじゃん。だから趣味のために働いてる。そうすればほら友達も増えるしこんだけ使えるんだからね働けば。だってこれ家直したって3000何百万借金、それを5年で返して借金が終わって趣味を始めて。自分のしたいことやりたいこと好きなことのためにそうだよね。続けられてこれた。だからよく若い人に言うんだけど趣味持って働けば働ける。なるほど。若い人がバイクなんかで来るけどそのために一生懸命働けば新しいバイクも買えるしマフラーも交換できるしいいのに、ただ楽をして働くっつうのは仕事がどうのこうのじゃなくて自分がもう働く気にならなくちゃダメ
趣味のために、あとは家族のためとか。だから今は3時に起きて川に4時に着いて釣りして8時に終わりにして帰ってきて仕事して、朝釣りに行くんですね。朝釣りにでも趣味だからそっか行けるんだよ。バイクで朝店開ける前に走ってきたり、たまにこけて怪我したりするけど。またラーメンとチャーハン。はい。いらっしゃいませ。はい。どうも。大丈夫ですか。はい。
チャーシュー。チャーシュー。はい。すいません。はい。奥。